どうも皆さんこんにちは。今日はこちら新コ G2A2 ワイヤレスマイクです。これね、結構コスパがいいので皆さんに紹介したいと思います。今回私のところに届いたのはマイク内蔵トランスミッターが2個セットになっているものなんですけれども、これトランスミッター1個のものも販売されています。トランスミッター1個のパッケージの場合1万円台の、真ん中ぐらいで販売されていたと思います。それから今からご覧いただくトランスミッター2つのパッケージの場合2万円台前半で販売されています。でトランスミッター2個をどういった時に使うのかっていうと、2名での対談形式での動画撮影ですとか、自分が喋っている時の声と環境音を同時にクリアに収録したい時とか、複数の音を同時に収録したい時に便利です。このトランスミッターにマイクが内蔵されているんですけれども、これらはモノラルでもステレオでも使うことができます。ステレオで収録しておけば後々編集の時に左右のチャンネルを別々に調節することができるので、立体感のある音に仕上げることができます。まずは製品の詳細を見ていきます。パッケージの中身です。レシーバー1個、マイク一体型トランスミッター2個、カメラ接続ケーブル、スマートフォン接続ケーブル、ピンマイク2個、トランスミッター用ウィンドシールド2個、ピンマイク用ウィンドシールドマフ2個、充電ケーブル、リセット用のピン、説明書、ケース。このマイクトランスミッターはマイク内蔵型なので、このまま襟元に挟んで使用することもできるし、他のマイクを接続して使用することもできます。こちらレシーバーです。レシーバーとトランスミッター、見た目がほとんど同じなんですけど、表面にレシーバーって書いてあります。まずサイドに充電ケーブル差し込み口、モノラルステレオ切り替えボタン。このモノラルステレオ切り替えボタンは長押しすると電源ボタンとして機能します。そしてこちらオーディオアウトプット、モニタリングジャック。このモニタリングジャックも大きなポイントです。イヤホン差し込み口がないカメラを使用している際にも、ここにイヤホンを差し込めば音声を確認しながら撮影することができます。それからリセット用の小さな穴です。そして音量調節ボタン。これ A、B ってあるのは、このセットはマイク付きトランスミッターが2個あるので、片方が A、片方が B ということで、それぞれの音量をここで設定できます。それから次、マイク付きトランスミッターなんですけど、これ同じものが2個あるので1つだけ見ていきます。こちらマイク差し込み口です。ピンマイクなどを接続して使う場合はここに差し込みます。そしてここが充電ケーブル差し込み口、電源ボタン兼ミュートボタンです。収録の最中に音声をこちら側でミュートすることができます。でこのマイクの部分にはこのようにウィンドシールドを差し込んで装着することができます。こちら側上からリセット用の穴、ローカットボタン。これはノイズなどを抑えることができるボタンです。こちらがペアリングボタンです。このレシーバーとトランスミッター、電源を入れるだけで接続されるんですけど、何らかの理由で接続が切れてしまった場合、このボタンを押すと再接続してくれます。今日は後ほどソニー ZV-1 と接続した音声を聞いてもらうんですけど、ここでカメラとマイクの設定をやっておきます。まずはカメラ側の設定です。カメラの録音レベルっていうところを調節します。今回私はここをレベル1に設定しました。次、マイク側です。これはプラス15に設定しました。ここら辺のマイクの音量調節は皆さんお持ちのカメラによって設定変わってくると思うので、いろいろ調節してみてベストな設定を見つけてください。今回私はカメラとマイクはこの設定にして、動画編集の際にオーディオゲインプラス10っていうのを加えました。私も設定いろいろ試したんですけど、この設定が一番ノイズが抑えられてた感じがしました。この設定で数パターンの音声を取ってきたので、ちょっと聞いてみてください。設定とか条件とかは画面の上に書いておきます。で今室内で収録してます。ちょっとエアコンうるさいかなと思って切ったんですけど、今度はエアコンの自分で掃除する機能みたいなのが働き始めちゃって、まだね後ろでなんかエアコンの音が鳴ってるんですよ。なのでちょっとそれはね無視して音声聞いてみてください。どうだろう、音声どうでしょうか。さて次のテストはトランスミッター内蔵マイクです。今ねこの T シャツの下にマイク入れてあります。音声どうでしょうか。音声どうでしょうか。結構ね周り車がバンバン通ってるので、そういう音も聞こえてるのかどうなのかっていうところですね。ちょっと聞いてみてください。さてでは次はカメラからどんどん離れていくっていうテストをやってみます。
このマイクは150メートル離れても大丈夫らしいんですけど、ちょっと150メートルのテストはねやりにくいので、とりあえず今この感じ、これでねだいたい今40ぐらいかな。でこれで50ぐらい離れたかな。今ね50メートルぐらい離れたところで止まりました。150のテストっていうと相当厳しいよね。結構な広さがないとできないので、今日はちょっと50ぐらいで勘弁をということで、これでやめときます。ちなみに ZV-1 に接続するとこんな感じの見た目です。レシーバーもコンパクトで軽いので見た目もすっきりしています。で、私がこの製品いいなと思った点なんですけど、まずピンマイクが最初からパッケージに含まれているっていう点です。他の製品ではピンマイクが別売りだったりすることもあるので、こうやって最初から純正のピンマイクが付属してくるっていうのはいいですね。それから1本の充電ケーブルで3つを同時に充電できるっていうのもいいです。それからレシーバーとトランスミッターのペアリングがすごく簡単です。電源を入れるだけですぐにつながります。それからモノラルだけでなくステレオでも収録できるっていうのがいいですね。で、ちょっと不便だなと思った点もあります。まず操作ボタンです。この操作ボタンちょっと触れただけで設定が変わっちゃうんですよ。なので気がつかないうちにモノラルがステレオに変わってしまっていたり、ミュートになってしまっていたりとかね、そういうことが何回かありました。で、このウィンドシールド、これね装着もワンタッチで簡単ではあるんですけど、その代わりポロッとねすぐ取れちゃいます。で、次この液晶スクリーンです。これ液晶スクリーンあるあるで他の製品でもよくあることなんですけど、この画面がね室内では問題なくはっきりくっきり見えていても、屋外に行くとこの表示がねほとんど見えなくなっちゃいます。雨がパラパラ降るような暗い空の下でもこの画面見えなかったので、屋外で使うことをメインに考えている方はねちょっと使いづらいかもしれないです。それから一つ気になったのが、これフル充電で8時間使用可能ってなってるんですけど、本当に8時間持つのかなってちょっと心配になりました。1時間ぐらい電源をオンにしたままにしていたら電池残量の表示が4分の3ぐらいになってたんですよ。そのペースでいくと8時間はちょっとね難しいんじゃないかなと思いました。今話したようなマイナスポイントはあるんですけど、機能、音質、価格、そこら辺をトータルで考えるとかなりコスパいいんじゃないかなと思いました。それでは今日はここまでです。動画の内容気に入ってくださった方、ぜひまたいいねボタンで教えてください。それからインスタグラムの方もぜひチェックしてみてください。お知らせとかはインスタグラムストーリーズでやっています。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。All right.